こんにちは、文鎮です。今回は文字をきれいにかっこよく書くための超重要なチップスを3つお話ししていきます。こちらが目次になります。超重要なチップス。1点目、中心を捉える。2点目、横角を右上がりに書く。3点目、一字一波を意識すること。この3点について説明していきます。早速ですけども、皆さん字を書くのが得意でしょうか？最近字書いてますでしょうか？おそらくですね、僕の動画を見ていただいているということは、自分の字にどこか満足していないとか、どうせなら綺麗に字書いてみたいなというふうに思っている方が多いのかなと思います。本当は書道教室で習ってみたいとか、通信講座でペン字習ってみたいと思うんだけども、お金も時間もないけどなんか YouTuber 見ちゃうみたいな、そんなあなたにぜひ見てほしい動画です。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。僕の動画を見ていただくだけで、あなたもすぐに美文字が手に入りますなんてうさんくさいことは言いませんけどもね、現実はそんなに甘くありません。それができてしまったら天才ですね。それを字をね教えている方々泣いちゃいます。ここで大切なことは、実際に皆さんがどれだけ手を動かしてこの手に覚えさせることなんですね。手を動かすことで初めて僕の説明っていうのが理解できまして、美文字にだんだん近づいていくことかと思います。で、人間ですね、頭で分かったと思ったことについても残念ながらすぐにそれを手で再現できるわけではありません。逆に言えば、しっかりと練習を重ねていけば必ず結果が現れます。頑張りましょう。僕がですね、これからポイントとして説明していくことは至ってシンプルで簡単なことです。子供たちにも教えるようなことです。他の方の動画とかでももしかしたら発信されていることかもしれませんけども、それだけ重要なことというふうに捉えていただければと思います。では実際に書くところをお見せしながら説明していきますので、ぜひですね、皆さんもお手元に紙とペン、この2つを用意していただいて、で動画を何度も繰り返して、再生して巻き戻してまた再生して、繰り返し動画を見ながらぜひ練習をしてみてください。さて、前置きが長くなってしまいましたけども、1点目の中心を捉えること、こちらについて説明していきます。これはですね、めちゃくちゃ超スーパーハイパー重要です。大抵ですね、一つの文字の中には縦そして横の中心を捉えなければならない角というのが含まれます。で、加えて文字は辺とか作り、あとは部首、なんとかカームリーとかなんとか辺とか、そういうふうにパーツに分かれているものが多いので、そのパーツ同士を例えて言うならテトリスみたいな形でうまく組み立てていって、で文字の中心をしっかり捉えられるようにしましょう。ちょっと口が怪しかった。文字の中心を捉えることがある程度身についたら、次は行の中心を捉えることを意識しましょう。普段皆さん字書くとき、大体文章で書きますよね。一文字だけポコって書くことってなかなかないと思います。要するに複数の文字を並べて書くことがほとんどだと思います。一つ一つの文字の中心を捉えていても、文字と文字の中心が揃っていないと綺麗には見えないんですね。実際書きながらね、説明していきます。わかりやすいのは、中心に縦線が入ってたりする。例えば中心の中、中っていう字ですね。これなるべく真ん中に縦角が入って、ここの四角と右の四角、左の四角と右の四角をだいたい同じ大きさにして、で右寄っちゃったりとか
左寄っちゃったりするといけないかなと。まあこの辺は簡単なんですけども、あとはちょっと難しくしますよ。雨。皆さん雨きれいに描けますか？これも中心にこう縦角があるので分かりやすい字かなと思います。はい。で、雨は、ついでに言っとくと、ここは短くして、ここが開くように。で、あとここが開くように。こことね。この辺りに空きができるといいんじゃないですかね。はい。で、ちょっと名前書いてみましょう。そこそこいる高橋さん書きますね。iPad 滑りがね、いいんで良すぎちゃうとか、ちょっと離して端で、ここをちょっと開けて、iPad 難しい。はい。で、そうすると、まずはこの中心。ちょっと、色変えましょう。中心まで大体ここですよね。で、大体左右同じになりたいんですけど、太さかったね。まあ大体ね、これぐらい。まあ大体こことここが、まあ、同じぐらいになって、で、こっちの端ってこの画数がもうこの後角って言いますけど、角が多いんですね。画数が多い字と高いっていう字はこっちは少ないですよね。比較的。はい。その場合、この端の大きさ、この幅のまま、この高いをこう書いちゃうと、でかすぎますよね。まあ、こんな感じになっちゃうと。だから、ちょっと戻して、ここ、空いてます。ここも空いてます。で、ここも空いてます。左右。こういう風に、ちょっと幅を狭めにして書いてやることがポイントです。で、中心の話しなかったんですけど、中心はこれね、これとこれがだいたい同じぐらいになって、まあここも同じぐらいにして、こういうところの空きも同じようにする。で、まあ、この辺と作りの字の書き方はまた他の別の動画でやりますけど、この外側を広げましょう。ね。これとか開けます。これとか開けます。はい。これとかも開けます。かな。
っていう感じです。はい。中心を捉えるのは、まずはこういう縦角のある字はしっかり縦角が中心を捉えること。そして、2文字とかになった時もなるべく縦書きであれば上下の文字の中心が揃って、なおかつこの字幅も画数の多い字と画数の少ない字を同じ大きさにしてしまうと、画数の少ない字ってどうしても大きく見えちゃうんですね。字幅を揃えるっていうところでは、画の少ない字は少し小さめに書いてやることが必要になります。はい、いかがだったでしょうか。1点目、中心を捉えることでした。では2点目いきます。2点目は横角を右上がりに書くこと。これもシンプルなことではあるんですけども、非常に重要なポイントです。これを意識するだけでもかなり変わってくると思います。これも実際に書くところをお見せしながら説明していきます。では、横角を右上がりに書くことを実際に書きながら説明していきます。横角を右上がり右上がりに書くことなんですけども、簡単な字からいきます。皆さん、じゃあ水ちょっと書いてみましょうか。水っていう字、普通の簡単な水、今ちょっと書いてみていただいていいですか。書けるかな。さて、では水、僕は書いていきます。はい、水ね。水は割と右上がりが重要な、字になります。で、定規何度かな、70度測ったら70度でしたけど、70度ぐらいにしてくださいって言っても絶対わからないんで、ここはね、イメージです。1、2画目のこの横角の延長線上にこいつが来るというか、2画目右に上がって折り返して左払いしたら、こいつの延長線上から始めます。でこう払ってくる。そしたら最後右払いどうするかっていうと、だいたい付け根のこの上から出してきて、この上の左払いの始まりの下、ここまで来たら、この下まで来たら横に払うのがいいと思います。はい、大丈夫ですかね。じゃあ次、じゃあもう少し難しい。今度皆さん鳥って書いてみてください。鳥は普通の鳥、さっきも同じことで、普通の鳥って島みたいに書いて、最後が4つ点々点々と普通の鳥ですねを書いてみてもらえますか。はい、払って縦で、こういうふうにでかな。ポイントとしましては、こういう横角が重なる字、こう何本もこうビッピッピッピッと横角が重なる字っていうのは、この右上がりに書くことが非常に重要です。
で角度もだいたい揃える、こうね揃えていって、なおかつこの間間隔も大体同じぐらいにしましょう。で最後の点々点々もなるべくちょっと右に上がっていった方がいいかな。はい、そうですね。ちょっと難しい感じいきますか。じゃあ運ぶ運勢の運を書いてみましょう。書けるかな。絶対信用が難しい。はい、じゃあ運書いていきますよ。はい、どうでしょう。運ですね。難しいですね。信用難しいです。信用またちょっと別の動画で解説しますので、そちらもチェックしてみてください。はい。運はですね、この信用の主はこのちょっと出てきちゃう iPad の悪いところが、信用運という字はですね、この信用の主っていうのはこの信用に乗っかってるこいつはあんまりこの幅を広くしないっていうのと、少し小さめ、高さも少し小さめに書きましょう。でここら辺右上がりの線がありますよね。ここは気をつけるっていうことと、この信用ね、信用は点を置いて右に上がります。で下に下ろします。右下左下で一回離して、また左下から右上にちょっと上がって、そこからはもう直線で右下にこう来て、でこの下あたりまで来たら、こう来たら横に払ってやるといいんじゃないでしょうか。はい。でもう一つこの運書いて思い出したんですけど、車ですね。車とか平らの方がいいかな。平らにしましょう。じゃあ何が言いたいかっていうと、平らという字、これ1画目は右上がりにしますよね。で点2つと、点と、左払いと。そしたらこれも最後じゃない、2本目の横角も右上がりにこうするんですけど、このままこう引いちゃうとなんかバランス悪いですよね。こっちに傾いちゃって。なのでこういう時は上がるんですけど、途中からちょっとまた戻して落ち着かせてこうすると、その方が見ててバランスがいいというか安定感があるというかになります。右上がりになるんですけども、上がりっぱなしじゃなくて、真ん中越えたあたりから少し押さえてって感じで押さえますけど、最初よりは下がらない方がいいですね。はい、そんな感じです。はい、横角を右上がりに書く、こんな感じで説明終わります。はい、
いかがでしたでしょうか。2点目、横角を右上がりに書くことを説明しました。では最後3つ目、一字一派を意識することについて説明していきます。うわー、ついにこいつ専門用語出してきたなーと思われた方、わかります。お気持ちをお察しします。アレルギー出ちゃいますよね。でも待ってください。ちゃんと説明しますので落ち着いて座ってください。はい。一字一派っていうのはですね、言い換えれば一つの字の中には波は一つだけという意味です。なんのこっちゃという感じですよね。はい。この波、もしくは波ですけども、これは波磔のことです。はい。じゃあ波磔って何なのよと。はい、今説明しますね。もしかしたら書道を学校で習ったとか、書道教室で習ったことがある方は聞いたことがあるかもしれないんですけども、隷書という書体の中に見られる特徴がこの波磔というものです。で、この横角ですね。横角をピーッと一本線直線で引くんではなくて、最後終わりのところを引いてきた最後の収筆というんですけども、終わりの部分を波打つようにアクセントをつけて書くことを波磔と言います。この波磔は一文字の中で一本だけ見られるものです。なのでパッとその字を見たときに、まず最初にそこの波磔のところに目が行きます。つまり何が言いたいかというと、一文字の中で一本だけ目立つ主役っていうのを入れることが大事です。で、他の角は主役を引き立たせる脇役に過ぎないので、長さを控えめに遠慮する必要があります。つまりそうしてメリハリをつけることですっきりとした字形になります。こちらも実際に書いてお見せします。はい、皆さんどうですか？大丈夫ですかね。2つポイント押さえられましたかね。じゃあこの一字一派についても書きながら説明していきます。一字一派に関しては多分横角が多い字とかそういうのを取り上げた方がいいかなと思いますので、じゃあ最初ですね、空っていう字を書いてみましょう。空、空ですね。空室の空、航空の空、はい。空。じゃあ皆さん書いてみてください。空はどうやって書きましょう。どこを広げてどこを縮めましょうということを考えながら書いてみてください。はい、じゃあ空書いていきます。なんかペン変わった。はい、空という字は、横角ありますよね、何本か。まずは、どこを直記しようかなとかそういうことを考えるんですけども、どこでも正直いいですけど、多分多いのはうかんむりの横幅を一番大きくするっていうことが多いかなと思います。なのでそのやり方でいくと、この幅はこことここ揃えまして、でそしたらこれが定規で、はい、定規でここがまずマックスの幅で、こっち側もここがマックスですよと。で真ん中にこいつが来ますよと。真ん中じゃない、ここね、いきますよと。そしたらこのうかんむりの横幅が一番広いので、こういう感じでくびれができますというか、できるように
するとこういうふうにくびれができるように、この右冠以外の横角を短めにすることが重要です。次、じゃあちょっと画数多い、横線ばっかりのやつにしましょう。じゃあ皆さん、葉っぱの葉書いてみましょう。葉、葉ですね。はい。難しいですね、これも。はい、じゃあいきます。どこを短くしてどこを長くするかを注目してください。はい。これもですね、これとこれとこれ、あとこの左払いもありますよね。あとここもある。はい。結構横角というか横幅を取るパーツが多い字になります。なので、どこを長くしてどこを短くするかっていうことなんですけども、ちょっと自分の場合は今回はこの世界の背ですねの横角が一番目立つようにやってみました。でその場合はこの人主役なので、この脇役たち、他の脇役たちは幅を狭く、っていう風に。なので全部がね、極端な話ですけど、全部同じ長さ、同じ幅だと、なんか縦長いだけのあんまかっこよくない字になっちゃいますよね。なのでくびれ、こういうとこ開けて、ここも開けて、くびれをキュッとさせると、スリムなすっきりとした印象のある字になると思います。こんな感じかな。じゃあこれもちょっと名字やってみましょうかね。じゃあ高橋さんぐらい多いというか、一番多い佐藤さん。佐藤さんいきますよ。佐藤さん。佐藤さん。はい。佐藤さんは、じゃあ先に中心を引いておきましょうか。中心どの辺かっていうと、この辺かな。中心を引いておいて、横幅にも引きます。はい。こんな感じで引きます。佐藤さんのさからいきますよ。人弁と左っていう字からできているんですけども、こういう辺と作りのある字っていうのもうまく組み合わせたいところなんですが、基本的には外側、左側、右側、外側のパーツで幅を取ります。なのでこういうところが
広くて、まあここですね。あとこういうところが伸びられるようにします。で、逆に内側ここは狭く、要は人弁だったら寝かせると幅広くなっちゃうんですけども、なるべく立てて、で立てた中でも真ん中にこう引くんじゃなくて、中心よりちょっと右にずらして引いてやる。そうするとここに白が生まれて、こう払いが立派に見える。同じように左っていう字もこれね、ここが真ん中だとしたら同じにするんじゃなくて、外をこう広げる。ここに空きをつけると、ね、っていう感じです。で、塔は、草冠はこう中心捉えてもらえればいいと思うんですけど、問題はどこを立派にするかなのですけども、これも外側を広く取ります。なので外側っていうとこれとこれですよね。で、特にこういう右払いのところは立派に最後払いたいので、ここを開けてます。なので月はあんまり幅は取らない方がいいですね。もうこの右払いを目立たせるためにこっちに全振りします。はい。なので当然この草冠も狭めに書く。こんな感じです。はい。いかがでしたでしょうか。3点目、一字一派を意識することでした。はいね、皆さんどうですかとか言っちゃって、今回紹介した3点、本当に初歩の初歩というか基礎の基礎になります。もう厳選した3点ですね。なのでこの動画何度も繰り返して、とにかく手を動かしてまず練習してみてください。はい。僕のチャンネルでは20年以上の書道経験をもとに文字をきれいにかっこよく書くためのチップスを発信しています。もし参考になりましたらチャンネル登録といいねボタン押していただけると嬉しいです。またここちょっと分かりにくかったよとか、こんなことも教えてほしいなっていうことがありましたら、ぜひコメント欄でお知らせいただけると今後の動画に活用させていただきます。また僕は筆でオリジナルのグッズをデザインしております。文鎮ストアっていうのとすずりというところでオリジナルのアイテムを販売しておりますので、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひこちらもチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。文鎮でした。バイバイ。